生きるとは何でしょうか。私たちはどのように進んでいけばよいのでしょうか。その努力は本当に必要なものなのでしょうか。これまで物の見方、心の向き、言葉、行い、そして生き方について見つめてきました。今回はその歩みをどのように続けていくのか、努力について見つめてみます。上座仏教ではサンバーバーヤーマという言葉があります。少々人、正しい努力とされています。努力というと、強く頑張ることや無理をして続けることのように感じることがあります。しかし、ここで言う精進は少し違うものなのかもしれません。良いものを少しずつ伸ばし、そうでないものを静かに弱めていく、そのような働きと考えられています。まだ生じていない良くない流れを防ぎ、すでに生じている良くない流れがさらに続かないようにしていく。そしてまだ生じていない良い流れを育て、すでに生じている良い流れを静かに保っていく。このような4つの向きがあるとされています。正しい努力は積み重なっていきます。そのような小さな積み重ねなのかもしれません。精進は強さではありません。行き過ぎて自分を苦しめてしまうとき、その方向はどこか偏っているのかもしれません。正しく進むとは、一つのことだけを強めるのではなく、全体の中でバランスを取りながら進んでいくことなのかもしれません。それが中道と呼ばれるあり方につながっているのかもしれません。振り返ってみると、努力というものをどこか強く続けることや我慢することだと考えていたように思います。例えば何かを変えようとして強く意識したとき、最初は続いてもしばらくすると元に戻ってしまうことがありました。続けなければならないと思うほどどこかで苦しくなってしまう、そのようなことが何度もあったように思います。気づいていても止めることができない。例えば誰かに言われた言葉を何度も思い返してしまったり、自分の言い方はどうだったのかと繰り返し考えてしまうことがあります。また次に会った時にはこう言おうと頭の中で会話を続けてしまうこともあります。もう考えても仕方がないと分かっていながら、気づくとまたそのことを思い出している。
そのようなことがあったように思います。それは違うのかもしれません。変えようとすることが強すぎたのかもしれません。あるいは気づくことが足りていなかったのかもしれません。もし少しずつ気づきながら整えていくことができるとしたら、そこに無理のない変化が生まれるのでしょうか。毎日の中で努力を重ねていくのは良くない流れが入り込まないようにするためなのかもしれません。すでにあるそうした動きを少しずつ手放していくためなのかもしれません。そして良い流れを生じさせ育てていくために努力というものがあるのかもしれません。それが正しい努力と呼ばれるものなのかもしれません。生きるとは何でしょうか。私はまだ答えを知りません。ただ上座仏教に伝わるブッダの教えを通してこれからも静かに考え続けています。最後に自供の朗読を置いています。静かにお聞きください。